こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は、日本タバコ産業 JT です。タバコを中心に世界の市場、規制、税制、加工食品、そして事業整理を見ていきます。JT の物語は、普通の民間企業の創業物語とは少し違います。入り口にあるのは、国の制度と1000倍の歴史です。商品だけでなく、税、流通、生活習慣が重なります。かつて日本には日本専売公社がありました。タバコや塩など国が深く関わる事業がありました。そこには商売という言葉だけでは説明しきれない重みがあります。1985年、日本専売公社から日本タバコ産業株式会社が生まれました。国の制度の中にあった事業が資本市場からも見られる会社へ変わっていきます。民営化は名前が変わるだけではありません。効率、競争、株主、経営判断、会社を見る目が変わります。1000倍の名乗りを持ちながら企業としての力も問われるようになりました。国内のタバコ市場は数量が伸び続ける市場ではありません。健康意識、規制、人口動態、喫煙率、時間が進むほど数量だけで成長を語るのは難しくなります。タバコは普通の商品とは少し違います。価格改定、税制、規制が需要と利益に大きく関わります。たくさん売ればよいという単純な商売ではありません。JT を読むとき、国内だけを見ていると全体像を見失います。海外タバコ事業が大きな柱です。日本の会社でありながら、利益の地図は世界へ広がっています。ウィンストン・キャメル・メバイアス LD。こうした名前は事業を理解する上で出てきます。ただし、この動画は商品を進めるものではありません。ブランドは企業構造を見るための手がかりです。2024年、JT はベクターグループの買収完了を発表しました。米国市場での事業を広げる動きです。買収は入り口であり、そこから統合、利益、リスクを読む必要があります。タバコの中でも、紙巻きから加熱式への移行は大きなテーマです。消費者の選択、規制、競争、投資が重なります。ここでも数量と価格を分けてみます。JT は規制産業の会社です。広告、表示、販売場所、税金、年齢確認。会社が自由に伸びるというより、決められた枠の中で事業を続ける会社です。タバコ事業を見るとき、健康リスクを軽く扱ってはいけません。企業の利益が強くても、社会的な制約と責任は消えません。ここが JT を見る難しさです。JT には加工食品事業もあります。冷凍食品、常温加工食品、調味料、ベーカリー。タバコとは違い、食卓に近い事業です。会社の中に全く違う顔が同居しています。もう一つ大事なのが、医薬事業の変化です。JT は医薬事業の移管を進め、2025年12月期から非継続事業として扱っています。古いイメージのままでは今の姿を読み違えます。ここで翔平の小さな帳簿を開きます。規制が重い事業でも JT の帳簿には大きな売上と利益が現れます。ただし、その数字の裏にある条件も一緒に見ます。2025年12月期、つまり FY2025 の売上収益は3兆4677億円でした。世界で事業を持つ会社らしく、数字の大きさは国内だけでは説明できません。同じ期の調整後営業利益は9022億円でした。JT を見るとき、この収益力は大きな特徴です。しかし、強い利益は強い制約と同じ机の上に置いて読みます。営業利益は8670億円でした。報告ベースの数字には、事業環境、為替買収、費用の変化が現れます。単純に一項だけで判断しないことが大切です。親会社の所有者に帰属する当期利益は5102億円でした。売上、調整後営業利益、当期利益を並べると、会社の強さと変動要因が見えてきます。FY2026 の会社予想では、売上収益3兆6140億円、調整後営業利益9220億円、営業利益9090億円、親会社利益5850億円です。予想は地図ですが、地図は風向きまで保証しません。
足元として2026年第1四半期も見ます。売上収益は8458億円、調整後営業利益は2553億円、営業利益は2469億円、親会社利益は1606億円でした。数量が伸びなくても利益が動く理由があります。価格、ブランド、海外市場、為替、コスト管理、買収。タバコ事業は販売本数だけでは読めません。JT は配当で注目されやすい会社です。ただし、配当だけを見て会社を判断するのは危険です。利益、キャッシュ、規制、税制、為替、事業の持続性を同時に見る必要があります。投資家が見るかには、海外タバコ、国内数量、加熱式、価格改定、税制、規制、為替、加工食品、買収効果です。一つの数字ではなく、複数の条件が重なります。一つ目の鍵は海外タバコ事業です。JT の物語は日本国内だけではありません。世界の市場でどれだけ稼ぎ、どれだけ安定しているかが大きな焦点になります。二つ目は国内タバコと加熱式への移行です。紙巻きの数量、加熱式の競争、価格、シェア。国内市場は縮むだけでなく、形を変えている市場として見ます。三つ目は規制と税制です。税率、販売ルール、表示、広告制限は利益の前提を変える力があります。タバコ会社は制度の外では生きられません。四つ目は為替です。海外事業が大きいほど円換算の数字は動きます。実力が変わらなくても為替で見え方が変わることがあります。五つ目は加工食品と事業整備です。食品はタバコと違う安定した価を持ちます。一方で医薬事業の非継続化によって会社の見え方は変わっています。一つ目のリスクは健康問題と規制です。これは事業の外側にある問題ではなく、事業の根本にあります。利益が大きいからこそ、ここを軽く見てはいけません。二つ目は数量面です。価格改定で補える時期があっても、数量の減少が続けばいつか重くきてきます。成長と成熟を分けて見る必要があります。三つ目は競争です。加熱式タバコ、海外市場、ブランドの奪い合い。強い会社でも競争相手がいないわけではありません。四つ目は為替と買収です。為替は利益を押し上げることもありますが、逆もあります。買収も発表された瞬間ではなく、統合が進んで初めて結果が見えてきます。今日の鍵一つ目。JT は1000倍の歴史から生まれた規制産業の会社です。普通の消費財メーカーとは違い、制度と税制の中で会社を見ます。二つ目。利益を見る中心は国内だけでなく海外タバコ事業です。日本の会社でありながら世界の市場を為替、買収が数字を動かします。三つ目。配当や利益の強さだけでなく、健康、規制、数量、税制を同じ机に置く必要があります。見やすい数字ほどその条件を確認します。JT の物語は強い収益力と重い社会的制約が同居する物語です。1000倍の歴史、世界のタバコ市場、加工食品、事業整理。どれか一つだけでは会社の姿は見えてきません。次に JT を見るときは、タバコの数量だけでなく、価格、海外、規制、為替、買収、加工食品、事業整理の時間軸を見てください。数字の裏側にはいつも人と社会を支える仕組みがあります。上杉翔平でした。次のショーでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。